自律神経失調症、うつ、パニック障害、不安症、不眠症。なぜなかなか改善しないのか。その理由とは？はい、こんにちは。野村整骨院の野村明です。あなたは自律神経失調症、うつ、パニック発作、不安症、不眠症など、これらに良いとされるいろいろなエクササイズ、ストレッチ、改善方法をされていると思います。さらに食事や睡眠にも気をつけて、水分もしっかりととっている。このようにいろいろと気をつけているにもかかわらず、その時は少し良くなった感じはするけれども、なかなか完全に良くならない。改善しないとお悩みのあなたへ、本日もとても重要な内容になります。ぜひ最後までご覧いただき、健康を取り戻すためのお役に立てればと思います。結論から申します。原因はこれです。これスマートフォン。なんだスマホのことかと思われたかもしれません。ですが本日はこのスマホについてまだ誰も伝えていないこと、言っていないことについてお話しします。日常のこのスマートフォンの使い方次第で改善具合が大きく変わります。よく言われることに、スマホの電磁波が良くない、体に影響を与えると言われています。確かに電磁波は良くありません。電磁波というのは表現を変えると静電気です。静電気が体に帯電していると体の細胞に影響を与えるんですね。それで良くないと言われるゆえんです。ここまではその他の YouTube などでよく言われていますが、そこでもう一つ、電磁波よりももっと重要なことがあります。今からお話しする内容はスマホとかタブレット、そしてこのパソコンですね。これらも含まれますが、これらに使われている半導体という部品があります。その半導体が発生する周波数とこの脳の周波数と非常に似通っているわけです。ですから干渉を受けやすい。例えばラジオ、無線など似通った周波数帯ですと混線しますよね。こっちとこっちの放送局からの両方の放送が入ってくると混線してはっきり聞こえなくなりますよね。そういう状態なんですね。こうなるとどうなるか。このスマホとかの半導体の周波数から脳が干渉を受けますと、この脳が正常な働きができなくなります。もう少し詳しく言いますと、脳の神経細胞が歪み出すんです。脳の神経細胞が歪み出すというのはなかなか理解しにくいと思いますが、この骨盤ですね。骨盤。サム君ちょっと来て。はい、サム君。はい、ね。この骨盤ありますよね。この骨盤。骨盤が歪むというのはよく言われていますけども、これと同じだと思っていただければいいと思います。骨盤は骨なんですけども、脳の神経細胞っていうのはこの骨なんかよりも柔らかいんですね。ですのでスマホとかの周波数の干渉を受けると非常に反応しやすいんですね。ですから神経細胞が歪みやすいんです。長年コンピューター関係の仕事をしている人というのはこの脳の神経細胞に影響を受け歪んでいる人が非常に多い。実際に調べた人がいて、パソコンとかタブレット、コンピューターをよく使う人、実際脳の神経細胞の歪み率というのが高くなっています。では脳の神経細胞が歪むとどうなるか。こうなると当然自律神経も乱れやすくなります。ストレスなどを受けた時の抵抗力、免疫力も低下します。そして自律神経失調症やうつ、パニック発作、不安症、不眠症などに陥りやすくなります。じゃあ使わない方がいいのかと聞かれましたら、そうですね、できれば使わない方がいいですねとお答えしますけども、しかし現代社会でスマホやタブレット、パソコンを使わないで生活するというのはなかなか難しいと思います。私も実際スマホも使いますし、タブレットも使いますし、パソコンもしょっちゅう使っています。じゃあどうしたらいいのか。使わない時はなるべく体から遠ざけます。特に寝る時、仕事をしている時は仕方ないとしてですね、問題は寝る時です。寝ている時間はどれぐらいですか？6時間、7時間、8時間。寝る時にスマホをですね、この頭の枕元に置いたりしている人多いと思います。目覚まし、アラーム代わりに使っている人も多いと思います。ですがこれは絶対にやめてください。ダメです。必ず1メートル以上は遠ざけてください。毎日の積み重ねですので、これだけでも随分変わってきます。ずっと近くに置いているのと
離して置いているのとではこの脳の神経細胞の歪み具合が随分と変わってきます。さらに予防方法をもう一つお伝えします。それは水です。水というのはこの周波数からの干渉剤になります。半導体からの周波数というのはもう少し詳しく言いますと、現代の量子物理学の世界では全てのものは細かく振動していると言われています。ブルブル震えているわけですね。これを専門的に周波数と呼んでいますが、この周波数の干渉を、つまり振動を弱めて細胞を守ってくれるのが水です。ですから体に水が不足しますと干渉を受けやすくなってしまいます。水を補給することでその振動が伝わりにくくなります。ですのでこまめに水を補給してください。水の補給というのはこれも以前他の動画でお話ししていますが、水分ではなくて水です。つまりお茶でもなくジュースでもなくコーヒーでもなくお酒でもなく水です。さらにもう一つだけ注意点。それはスマホを持ち歩くときよくこの胸のポケットですね。こういう胸のポケットにこう入れている方おられますけども、これもやめていただいた方がいいです。できれば身につけるよりもカバンか何かに入れていただいた方がいいです。ここで一つ疑問が出ると思います。歪んでしまった神経細胞はどうなるのか、元に戻るのかと思われたかもしれません。答えは戻ります。ただしそれは良質な睡眠をしっかりととっていただき、そして1ヶ月ほどスマホやタブレット、パソコンから遠ざかった生活をしていただければある程度の改善効果はあります。もう一つは宣伝になりますが、私のところに来ていただき施術を受けていただければ改善することは可能です。はい、本日はたくさんお伝えしましたので最後にまとめますと全部で3つです。1つ目は寝るときはスマホは体から1メートル以上離しておいていただいて、2つ目スマホは胸のポケットなどに入れずにカバンに入れておく。そして3つ目は水をこまめに飲む。はい、本日は健康を取り戻すため、特に自律神経失調症、うつ、パニック発作、不安症、不眠症などそのような方にスマホ、タブレット、パソコンなどの正しい取り扱い方法、注意点についてお話ししました。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。無料メール講座では YouTube では決して公開できない具体的なノウハウや公の場ではお話しできないような内容、これらを配信しております。これは LINE 登録していただいた方限定でお知らせしています。 LINE 登録は動画下の説明欄にリンクを貼っておりますので、そちらから登録をお願いします。またこの動画が役に立ったと感じていただけましたらチャンネル登録と高評価ボタンをどうぞよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。